こんにちは。宇宙スタジオの片山です。今回はシェアオフィスに宇宙を掛け合わせるとどうなるかをテーマに、お話ししたいと思います。ゲストにお迎えするのは CIC ジャパン会長の梅澤孝明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梅澤さんはですね、この、シェアオフィスの CIC ジャパンですね、の会長で、日本にこの CIC を持ってきた人というふうに理解してますけれど、それでよろしいですか？はい。持ってきたというか CIC っていうアメリカの会社が日本参入を考えているときに手伝い始めて、そのまんま、今に、この日本法人の代表をしてるって、そんな感じですね。なんか最近の他のメディアでちょっと拝見したんですけれど、はい。なんか、MIT 時代のなんか同そうです。僚が何か、MIT の大学院、ビジネススクールですね、に、30年ほど前に行っていた時の、同窓生が、この CIC っていうアメリカ・ボストン初の会社の創業社長で、で、彼が、もう7年ぐらい前ですけど、東京でうろうろしてるところで会って、あれ、何東京参入考えてんのっていう話から、今に至ってるって感じです。やっぱ持つべきものは人脈なんですね。なるほど。そうですね。持つべきものは友。確かに。なかなか、ね、そういうフラフラしてるとこ出会わないですからね。そうですね。はい。ちょっと簡単に梅澤さんのご紹介で言うと、はい。梅澤さんはこの CIC ジャパンの会長はい。をやられつつ、はい。もともとは AT カーニーの日本法人の会長でもいらっしゃる。今もいらっしゃる。今も兼務はしてます。はい。へえ。AT カーニーってざっくりどういう会社ですか？世界45カ国ほどに展開をしている、いわゆる国際的な、経営戦略を中心とするコンサルティングファームです。で、私はそこでもうかれこれ30年近く、日本とそれからアメリカのオフィスで、コンサルタントを、ずっとしてきています。すごいですね。30年。そうですね。はい。大学院、ボストンに留学をして、MIT だったんですけど、で、卒業と同時に、転職をして、アメリカの AT カーに、ニューヨークオフィスに、就職、転職をして、で、アメリカで数年コンサルタントやった後で日本に帰ってきて、もう一回アメリカに行くんですけど、みたいな、経験をしながら、ずっと経営コンサルタントとして、大企業の支援をやってきたというキャリアです。すごいですね。もう本当に輝かしい、キャリアの中で。今回、この番組はですね、はい。そもそもなんですけど、いろんなジャンルの企業とはい。か人をお招きして、はい。このありとあらゆる人たちがうん。宇宙と出会うための番組ということになってます。はい。はい。なので、今日はこの、CIC ジャパンのはい。ご紹介をしながらではい。すね、じゃあ、その CIC× 宇宙で、うん。どんなことができるか、みたいなことを、ブレスト的にできればな、というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま楽しみす。です。まず、この CIC ジャパンはい。なるものが、はい。どういうものかっていうのは、さっきちょっとお話しいただきましたけど、はい。もうちょっとお聞かせいただけますか？このスタジオがあるのが、虎ノ門ヒルズビジネスタワーという、大きなオフィスビルの中の、15階と16階を使っている CIC 東京というスタートアップセンターです。イノベーションセンターだいかな。で、我々2020年の秋に、ここをオープンしました。一言で言うと日本最大級の、スタートアップを中心とするイノベーションセンター。イノベーションセンター。はい。なので、今、シェアオフィスっていうふうにおっしゃいましたが、確かにシェアオフィスは我々の大事な機能の一つなんですけど、もう一つやっぱり我々が大事にしているのは、ここに、真のイノベーションコミュニティを作っていくこと。なので、様々なコミュニティ作りのための、あるいはイノベーターを支援するための、活動を、同時にしているというのが、この CIC 東京です。計6000平米に今、約330社ほどが入居いただいていて、うち半分がいわゆるベンチャー企業という形で、日本で一番、大きいし一番濃い、スタートアップを中心とするセンターだと思います。でもなんかここ私たちスペースデータというはい会社で入居もさせてもらってるんですけれど、本当に多種多様なはい会社ですとか国籍とか、なんていうかこんなにさっきシェアオフィスではくくられないっておっしゃってましたけど、いろんなシェアオフィス私もこう入ったり見たりしてきましたけど、ここまで多様な
会社や人たちが集まってるのってなんか見たことないなと思うんですけど、やっぱりそういう特徴ってありますか？はい、ありがとうございます。おっしゃる通りだと思いますね。我々アメリカ発ということもあり、当初からやっぱりアメリカを中心とする海外の、スタートアップだったり、あるいは海外企業で、日本のスタートアップとコラボレーションをしたいみたいな人たちが、最初からここをオフィスとして使ってくれていたというのはあります。でもアメリカだけではなくて、実はヨーロッパの企業も相当使ってくれていて、そうなんですね。で、様々な国のスタートアップ担当だったり、あるいは、海外投資担当だったり、みたいな方々が国の、様々な機関の代表だったり幹部の方々が本当に毎週のように CIC を訪れてくれているので、そうするとそういう人づてで結構いろんな国の企業が日本参入を考えるときにやっぱり使ってくれてたりするところがあります。それからもう一つは我々3つのキーワードを掲げてるんですけど、ディープテック、グローバル、それからダイバーシティ&インクルージョン。で、ディープテックとグローバルっていうのはこれもほぼ対だと思っていて、日本のスタートアップ政策、3年前にスタートアップ育成5カ年計画っていうのを政府が出しましたと。で、スタートアップに対しての投資を10倍規模にしようというかなり高い目標を掲げてスタートをして、なかなか目標達成の道のりがまだ見えてない状況ではあるんですけど、それ本気でやっていこうとすると、日本のスタートアップの品揃えを相当広げていく。数も増やすことも必要だし、品揃えも広げていくことが必要だなと思ってます。なぜならば、ユニコーン作ろうと思ったら、国内市場だけでユニコーンになる業種業態ってやっぱりなかなかないなと。一部の SaaS はそれ実現してると思うんだけれども、やっぱり多くの、スタートアップは世界に出ていって世界市場の中で一定のシェアを取るというところまでいかないと、なかなかユニコーン規模にはならない。で、それをやろうと思った時に、日本から世界に送り出せるスタートアップってどういう分野ですかって言ったら、やっぱりディープテックがど真ん中だと思うんです。大学発ベンチャーだったり、あるいは企業の研究所からスピンオフをしたようなベンチャーであったり。なので、ディープテックを応援します。で、彼らが国際化するところを応援します。で、ダイバーシティ&インクルージョンと言ってるのは、そもそも国際化をするスタートアップを応援しようって言ってるんならと。最初からやっぱりそのスタートアップのマネジメントチームがやっぱり多様性のあるチームでいった方が圧倒的に話が早いよねと。なので国際的なチームも応援しよう。あるいは海外から日本に来て日本のスタートアップに飛び込みたいみたいなタレントも応援しようと。そういう意味でダイバーシティ&インクルージョンっていうのをすごい最初から掲げてるんですね。なので、言ってるだけじゃなくて実際2割以上の、ここを使っていただいているメンバーの2割以上の方々が、海外から来られてる方だし、それから、CIC 東京の運営チームも、ご覧いただくと、半分ぐらいの人は海外から来て日本で働いている人たち、全員がバイリンガルと。こんな構成になってます。なんかその今のディープテックグローバル、ダイバーシティインクルージョンってやっぱすごくよく聞くワードだと思うんですけど、だからといってそれを本当に実現できてるところとか、組織とかそういうのって結構少ないなかなか難しいとは思ってるんですけれど、なんかいろいろシェアオフィスとかコワーキングスペースとか、そういう同じような目標を掲げてるところって結構あるし、今もすごいますます増えてると思うんですよね。世界的にもそうだし、日本の中でも増えてるかなと思いますと、やっぱり他とはなんか雰囲気的には違うぞっていうのはすごいわかるんですけど、中にいるとやっぱ違いますか、ここは。おかげさまで今のところは我々が多分先頭を走ってるとは思います。そのディープテックとかグローバルとか、ダイバーシティっていう、キーワードに関しては。やっぱりそうなんです。で、やっぱりそれに向けて、ちょっと他の会社ではありえないぐらいの人的投資はしている。あ、そうなんですか。はい。例えば我々 CIC インスティテュートというチームが、この CIC のこのシェアオフィスを一つの舞台にしながら、様々なアクセラプログラムとか、いろいろなイノベーションを活性化するような、コミュニティ作りとかをしています。で、この CIC インスティテュートは、もう博士号を持ってる人間がもう数人いて、で、それぞれ違う分野で、博士号を取ってきているので、
いろんなアカデミアの人たちと、同じ目線で会話をできる。だから、研究者の人たち、大学関係者の人たちも、CIC では、ある意味心地よく、ちゃんとパートナーがこっち側にもいるので、いろんなプログラムを作っていけるみたいなところに、やっぱり我々投資はしているので、そこまでやってるシェアオフィスは多分ないと思います。そっかそっか。結局こう箱を作って、はいなんかおしゃれな空間作って、はいバランスボール置いてみたいな。はいはいそしたらなんかイノベーション起きるんじゃないか。それはお金かければ誰でもできます。そうですよね。でもそこを空間作っただけではなかなかイノベーションってやっぱ起きないですよ、結局はね。やっぱりハード4割、ソフト6割かなとは思っていて、立ち上げた時は、この CIC 東京の、先端的なデザインとか、開放的な雰囲気とかっていうのに魅力を感じてやっぱり入ってくれる人はもちろん多かったです。なんだけど、時を振るごとにやっぱり我々のレピュテーションがどうやってできてきたかというと、ここで起こっている様々な活動に対しての評価、あるいはここに集まっている人たちのクオリティに対する評価っていうところで、やっぱり我々のブランドが構成をされてきているので、それってやっぱりソフトの力ですと。ソフトっていうのは、ここで起こっている活動、プログラム、あるいは我々の持ってるチーム。はいはい。はい。その人的投資もしている、はいいろんなそのソフト的な活動もやっている。でもそもそもここに集まってる会社とか人が、はいなんか最初からなんかすごいな、いろんなジャンルのいろんなすごい人企業がいるなっていう印象があるんですけど、はい。そのあたりもこう結構ちゃんと意識して集められてたりするんですか？最初の1年半ぐらいは、やっぱりいくつかのテーマでコミュニティの実態を作っていきたいなと思って、で、そのパートナーになっていただけそうな、会社や人に、入居をいただくと、積極的に勧誘をするということはやってきました。で、やっぱりそうやってハブになる方がハブになる会社が数社、比較的早い段階で入ってくれたので、それぞれの、イノベーションテーマごとの活動っていうのが、活発になってた。一番わかりやすい例が我々環境エネルギーコミュニティと E&E コミュニティというのを運営していて、今1500人ぐらいの方が登録をいただいていますが、この環境エネルギーコミュニティを一緒に、作ってきた会社は U3 イノベーションズという会社です。はいはい。エネルギーの。エネルギーの専門ファームですね。専門コンサルティング会社であり、今はもうシード投資もされている。竹内澄子さんという方が創業された、日本のエネルギー政策に対していろいろやっぱり委員会等で発言を、そうですね。はい、されて、議論をリードされてきた方が運営している会社です。で、竹内さんのチームがいらっしゃるので、やっぱり我々その環境エネルギーに対しての最新の知見にアクセスすることができるし、彼女たちが持っているいろんなネットワークでどんどん人を集めていただくというところで、今の E&E コミュニティができているという感じです。私も昔前職で結構資源エネルギー庁とかいろいろはいそういう仕事やってた時に竹内さんはい。は本当によくお名前を聞いたので、素晴らしい方です。そういう方もこうしっかりチームとして組み入れてコミュニティ作って、でもそれ以外にもこうユニコーン企業とかももう出始めていたりします。今一番有名なところで申し上げると、魚 AI さんですね。我々今最大の多分クライアントさんになってますけど、魚 AI さんは創業して3人のチームしかまだいらっしゃらなかった時にここに入居いただいて、すごいですね。で、今もう数十人がここを常時使っていただいてるぐらいの感じだと思います。もう創業して9ヶ月でユニコーンになられましたね。いや、魚 AI さんってね、日本では珍しく世界で戦える、珍しくって言葉あれですけど、AI ってやっぱりアメリカと中国で、そうですね。ちょっともう無理なんじゃないかっていう人もいますけど、そこで、あるこの魚 AI さんがまさかここ、出身というか、まだずっとここに拡大しながらいらっしゃるんですね。そうですね。もともと、Google、それからディープマインドの、トップクラスのリサーチャーだった方お二人と、それから日本の連続起業家の方、3人のチームで立ち上げられた、会社なので、そういう意味では世界トップクラスの AI リサーチャーをやっぱり集めることもできていて、
まあもう完全に世界標準で英語スタンダードで当たり前のようにマルチナショナルというかインターナショナルなチームで運営をされてますね。いや、そういう環境系のコミュニティ的なものから、そういうAI のユニコーン企業、そしてそれだけじゃなくて、そして宇宙ですよ。宇宙。我々スペースデータという会社もですね、ここには入らせていただいてます。ありがとうございます。まさにそういった世界に羽ばたく会社の一つとして、はい。いろいろ連携していけたらいいななんて思ってるんですけれど。はい。ぜひ楽しみにしてます。さらにですよ、大企業とか、はい。あとは政府系とか、ジャンルも、必ずしもベンチャー企業だけではないです。そうですね。半分ぐらいがベンチャー企業と申し上げましたが、残りの半分の構成で言うと、大企業の、イノベーションオフィスとか CVC、それから独立系のベンチャーキャピタル、で、海外と国内の政府機関の出先、海外のケースで言うと、貿易庁とか投資庁の、出先のチームが入ってたり、国内の自治体で言うと、代表例は東京都、福岡県、静岡県、浜松市、群馬県、みたいな名がありますけど、どこの県や市町村もスタートアップ政策にも少なくとも数年前以上から取り組まれているところで、我々が逆にそれぞれの自治体のスタートアップ政策、あるいは、スタートアップのアクセラレーションプログラムのお手伝いをしてたりみたいな関係の中で、このオフィスを使っていただいていると。そっかそっか。だからスタートアップが成長するために結局重要なのって、大企業とどれだけちょっと取引関係ができるか、場合によっては最終的にエグジットとして、M&A というエグジットのあり方も必要だし、そうですね。そこに VC、CVC、投資機能から、そして自治体、政府といった、それがもう全部、スタートアップコミュニティに必要な、プレイヤーが全部この中に入っているということなんですね。国内の自治体も、日本のスタートアップにとって実は重要なファーストビッグカスタマーになり得る人たちだし、それからそれぞれの自治体がやっぱりそのスタートアップ政策を独自にもう推進を始めているので、そういうところとうまく連携をしたいというスタートアップもいらっしゃると。それから海外にやっぱり我々スタートアップを送り出していきたいというふうに思ってやっているので、そういう意味ではその海外の政府の出先機関がここに入居いただいているというのはすごく話が早くて。なるほど。はい。いろんな形でそのルートでご紹介をいただいて、海外展開の足がかりを得ている会社さんも出てきてます。なるほど。いや、なんかもうこれだけ聞くとですね、もうなんかもう完璧に揃ってて順風満帆のように見えるんですけれど、とはいえ何かまだ課題というかこれから目指す姿があるのかなとか、もっともっとこれからどんどん時代は変わっていって、じゃあ AI によってこのシンギュラリティのような世界が近づいてきているですとか、物事の進め方が大きく変わる。さらに言うとこのグローバル単一市場が今どんどんデカップリングで分断になっているという、しかもその2025年、大きな変革の中で、多分次の課題というか、もっとこうあるべきありたいっていうところがあったら教えてもらいたいんですけど。一つは我々が掲げてきたそのディープテック&グローバルっていうのをまだまだ前に進めないといけないと。本当にまだ2合目ぐらいまで来たかなぐらいの感覚ではいます。ディープテック分野で世界に出ていって切っている、少なくともユニコーン以上の企業価値を実現しているところって出てきていないし、我々も随分多くの、ディープテック企業を例えばボストンとかロンドンとかにその我々が運営するアクセラプログラムで送り出して、で現地の投資家とか現地の、潜在的な協業パートナーにお引き合わせをするみたいなプログラムを過去4年ずっと運営をしてきてるんですけど、まだなんかこう足がかりが得られましたとか少し投資を得られましたみたいな会社さんは出てきてるんだけど、ビッグウィンはこれからですね。それから2点目は、東京はおかげさまで東京ナンバーワンのイノベーションセンターにはなれたと思うんですけど、地方都市、いくつかやっぱり我々、これから頑張って、市場として開拓をしつつ、それぞれのエコシステムの成長のお手伝いをしたいと思っている都市があります。スタートアップ、拠点都市といって、内閣府が6、7年前になりますかね、もう、
まあ、一番ティア1で言うと4エリア、うんまあ、東京を中心と首都圏と、それから名古屋を中心とする愛知県と、うん福岡、それから関西ですね。うんこの4つがやっぱり日本のエコシステム拠点都市として最重要だよねというふうに、まあ、政府も指定をして、で、まあ、重点的な支援をしてきてるわけですけど、まあ、我々東京はまあ4年半やってきましたと。で、福岡実は今年の春にオープンしたので、まあ、そういう意味では2つ目の都市にはまあ着手はしたところなんですけど、まあ、まだ関西も、別に愛知もそういう意味では我々拠点を持ってるわけではない。まあ、いろんなプログラムを月に1回、2回やるという形での関わりは持ってるんですけど。で、まあ、さらにその拠点都市の数も増えてきているので、まあ、それ以外にもいくつかやっぱりポテンシャルが高いエリアっていうのはあるかなと思っていて、まあ、そういうところに対して我々どこまで、ご支援できるかっていうのが、まあ、2つ目の大きなテーマです。関西はなんか予定あるんです1年後に、大阪の中之島クロスという、これは再生医療を中心とするライフサイエンスの一大拠点があるんですけど、そこのスタートアップセンターを、まあ、私どもが運営させていただくということで、もうすぐ本格的に準備をスタートしたいとは思っているところです。そうなんですね。それは楽しみですね。はい。中之島クロスは、まあ、大阪大学で長年医学部の教授をやってこられた澤義樹さんという方が理事長で、まあ、日本の再生医療学会の、まあ、トップも務められたような、まあ、超大物です。心肺シート、ハートシートと心臓の、まあ、機能不全を治すための、まあ、再生医療製品を自らの手で開発をして、で、人間にまあそれをちゃんと適用して、まあ、病気を治すという実績もお持ちの方で、まあ、その方がトップをやっている、センターなので、日本のトップのまあ、再生医療センターにはまあ間違いなくなる。で、そこにまあもう少し幅広い意味での、まあ、いろんな、ライフサイエンスの大企業とスタートアップと、研究者がまあ集まるような拠点を作ろうっていうのがまあ彼の構想で、まあそのうちのこのスタートアップの部分を我々がお手伝いをさせていただくと。そんな立ち位置です。まあ大阪はもともとね、医療系というか、そのライフサイエンス系のところの集積地でもあったし、さらにこれからあれですかね、こうウェルビーイングとか、そういったところに行くと、こう京都も巻き込んだよ大きなその何でしょう肉体だけではなくて、その精神的なところも含めた、新しいカルチャーというか、新規事業のなんていうか可能性って結構関西にあるような気がしますけど。ありますね。まあ今回のね万博のテーマを見てもやっぱりもう命っていうのをこう前面に出してきていて、そうですね。でもそれを命をまあいろんな角度からまあ今回も見せてるわけですけど、まあそういう意味では関西エリア京都や神戸含めて、関西エリアのポテンシャルってすごい高いなと思いますね。いや面白いですね。いやまあちょっとますますこれからのこんな素晴らしい CIC ジャパンの、さらにこの次を行くために、ディープテック&グローバルで、かつ、ダイバーシティでインクルージョン、全部入りが実は宇宙という領域なんじゃないかと思ってまして、まあ、宇宙という領域って言葉すら本当は宇宙業界って変だなと私思ってまして、まあ領域って言っても全部じゃんみたいな空間ですから、一応定義上100キロ以上が宇宙と言いますね。で大阪は東京から見ると400キロぐらいですよね。宇宙の方がめちゃ近いわけですよ。確かに。でその領域ってめっちゃ狭くないっていうのが一つと、さらに言うと実はここ自体も宇宙空間の一部じゃないですか。そうですね。ある意味、まあ、何も言ってないと言いますか、だからありとあらゆる業界を、宇宙の視座と言いますか、そういう視点でもって連携していったら一気にこの、まあ、グローバルはもちろんのこと、ダイバーシティでインクルージョンな世界が作れるんじゃないかと思って、僕らグローバルじゃなくてユニバースとか言わなきゃいけないのかな。あ、そうなんです。実は私、3年前から著書超速でわかる宇宙ビジネスという本を出した時に、言っているのが、20世紀はグローバル時代、21世紀はユニバーサル時代というふうに100年後の教科書に書かれてると思いますと。なるほど、まさに。要は20世紀はもう国境っていうものを、がなくなっていったじゃないですか。これからは宇宙と地球の境目がなくなる。それをグローバルに対してユニバーサルという時代が、こう歴史年表でこう来ると。ユニバーサル時代。これが21世紀だと
いうふうに思ってますと。なるほど。なので、このユニバーサル時代に向けて、うんこの CIC と一緒に、このディープテック&ユニバーサルはい。の方まで、いざなっていけたらいいかななんて思ってます。よろしくお願いしすいませます。偉そうにすいません。いやいやいや、楽しみです。という中で、本当はいろんな、それこそ環境とか、うん。 AI とかアグリとかエンタメとか、うんかける宇宙って全部できるんですよ。はいはい。そしてもうすでにあるし、今後もっといろんな、うん新しい新規ビジネス生み出したいなとは思うんですけれど、まず CIC にははい全部あるっていうことなので、はい。今回梅沢さんにゲストでディスカッションさせていただいてますけど、うん。これからはいろんなここ CIC 宇宙スタジオなんで、はいはい。いろんな CIC の、入居者様はい。とこういったような対談しながら、うん新規事業をここから量産していきたいなっていうふうに素晴らしい。思ってます。超楽しみです。ところでどうですかこの CIC 宇宙スタジオ。これ、片山さんデザインですか？いや、違います。違う。これは、美術、CM とかのはい美術のデザイナなるほど。ー、美術さんがいます。なるほど、なるほど。に作ってもらいました。いや、女性の、デザイナー、美術さんなんです。このランプとか、なんかいいセンスしてますよね。そうなんですよ。このなんというか、まあ確かに宇宙っぽいって言えば宇宙っぽいって。ちょっとね、レトロフューチャー感出して、そうそうそう。 1900、 70年代かな。そうね、 60年代。 60年代ぐらいかうんの未来、一番宇宙とか未来が夢に溢れてた時代の SF 映画そうですね。のなんか、イメージなんですよ、これ。うん、なんか金髪のお姉さんが銀のボディスーツをして立ってそうな感じですよね。そうおっしゃる。いや、実際、ブレストしてる時に、はい AI で作った、うんそういううん宇宙の AI の映像を見ながら、うんこれじゃない、あれじゃないとなるほど。でなるほど。この世界観はできたんですけど、こう一個テーマがあって、やっぱ、はいスター・ウォーズみたいな、うんこの男のロマンじゃないけど、うんその宇宙といったらロマン、フロンティアみたいなのがあると思うんですけど、これからさっき言ったようにユニバーサル時代って、はいフロンティアでもなければロマンでもない日常なんですけどみたいなうんところうにん持っていきたいっなるほどて。いう意味も込めて、こういう可愛いポップなはい。宇宙イメージをしておりますとうんうんいう、ポップですよね。はい、この間ね、片山さんプロデュースされてた宇宙やろうぜパーティーも、まあ、むちゃくちゃポップでしたね。そうですね、はい。むちゃくちゃポップにしてみましたけど、はい。いかがでしたか？いえいえ、最高でしたよ。ちなみにですね、はい梅沢さんはですね、DJ タック梅沢として宇宙 DJ としてデビューしました。この CIC 会長 AT カーニー会長の梅沢さんを、登壇一切していただかずですね、はい。 DJ としてはいお招きして、はいバックトゥーバックということでアッコさんという女性 DJ と DJ バトルみたいなのやっていただいて、それは素敵なパフォーマンスありがとうございました。いや、もう初めてかけた曲ばっかりでした。あ、そうだったんですね、あ、そうですね。はい。へーいや、だって宇宙テーマで DJ やれとかって言われたのはもちろん初めてなんです。そうですよね、はい。そういう無茶ぶりをしたら面白いですね、いいですねって言って出す返事で OK いただいてやっていただいて、はいでもいや実は今日のこのダイバーシティインクルージョンにも関わってくると思ってるんですけれど、はいはい梅沢さんは多分もちろん趣味で DJ をやられてると思いますが、多分もう趣味を超えてこれ多分これからの時代の、うん。価値創造とかビジネスにも実は全部つながってくるんだろうなと僕はもうすでにつながってるだろうなと思いつつ、はい。さらにますますこれからこの合理的なAT カーニーといえばロジカルシンキングみたいなとこあると思うんですけれど、うんもうロジカルっていうもの自体が手法自体が、はいAI にようんってコモディティ化されていく、はいそしてその先にある、アートシンキングとかいう人もいますけれど、はいそういったところの価値創造に何か生きてくると思うんですけど、そのあたりって何か意識されてるとこありますか？まあ DJ を始めた頃は別にそこまでは意識してなかったんだけど、まあでもただ僕コンサルタントとしての長年のテーマはまあやっぱり論理とか分析とそれから直感、これを両方駆使する。でそれをなんだろうな、どっちかっていうと直感ドリブンで仮説を作って、で必要があれば、論理と分析でそれを検証をするっていう仕事の仕方をまあ自分の基本にはしてきましたと。だから
直感、特にその観察するの感の方ですね。の、やっぱり力っていうのはすごく大事で、それをどう磨くかっていうのは、自分のテーマではずっとあり続けたっていうのはありますよ。私もね、ずっと出身が電通なので、かなり同じ思いを持って、まずはこう直感とか感性、そしてそれを論理で時にガチガチにこう、必要があればね。サポートするっていうような。でも論理が先立つと、なんか、イイノベーションが生まれないことはありますよ分ね。析って結局既存のデータ、多くは過去のデータをかき集めて分析をするので、やっぱりバックミラー見てるだけでは、前で何が起こるか分かんないですよね。そうですね。うんロジカルのバックには過去のデータによる分析になるから、どうしても過去の延長になっちゃうわけですもんね。そうですね。だから、バックミラー見て経営するんですかみたいな揶揄をするのがよくありますけど、それはやっぱりある意味的確で、未来を見ようと思ったらちょっと違うレンズだったり違う望遠鏡だったり、必要になる。それをどういうふうに方法論にしたらいいのかは未だに僕も分かんないんですけど、でも少なくとも自分の直感の力はある程度信じているので、それで仮説を作ってその仮説に向かってなんかこうチームの努力を集中をしていくみたいなことはずっとやってきましたし、僕自身今コンサルタントとして現役でやってる仕事の多くは実は街づくりのコンセプトを作るみたいな話なんです。そうなんですね。なのでそもそも分析したところで面白いものは出てこない。なのでどうやってそのコンセプトワークをするかっていう時に大事になるのはいろんな引き出しを持つことであり、それから五感をフルに使うことであり、結局パソコンのスクリーンの上に出てくる情報って二次元だし、視覚情報聴覚情報だけですよね。なんだけど、居心地のいい場を作る、CIC もそうだし、居心地のいい街を作る、なんか行ってみたらワクワクするような場を作る、これって別に聴覚視覚だけの話じゃ全然ない、どっちかというと、どれだけ高度にその五感の刺激を統合しながら、かつそこに面白い人を集めるかって話になってくるから、そうすると面白い人どれだけ知ってますかみたいな話が実は一番大事になる。この CIC を立ち上げた時も、それがやっぱり役に立ったし、街を作ろうと思っても結局そういう話ですよね。面白い人のネットワークがいくつ持っててる街ですかみたいな話なので、そう考えていくと直感だったり感性だったり、いろんな意味での、クリエイティブな作業、クリエイティブな仕事っていうのは、すごく大事だなと思ってて、ちょっと話長くなりますけど、僕実は20代、一番最初に就職したのが日産自動車だったんですけど、日産自動車は僕挫折をした結果入ったサラリーマン生活だったんです。で、何に挫折したかというと、バンド生活でプロになるっていうテーマに挫折をした。そうだったんですのが20代前半で、自分が当時やってた、いわゆる、アンダーグラウンドの、いわゆるオルタナティブロックですかね。のバンドで、9枚レコード出して、東名阪福岡ツアーみたいなのを毎年2回やってみたいな生活を3年ぐらいしていて、それで、一時期は、プロを目指してたんだけど、やっぱこれじゃ全然食えないなっていう現実に直面して、楽器を置いてサラリーマンになったっていうのが、大昔あるのそうだったんで、ですね。なので、その後、数十年経って、日本のクラブカルチャーを守ろうっていうことでナイトタイムエコノミーっていうテーマに入り、ナイトタイムエコノミー推進協議会っていうのを立ち上げて、風営法って法律の改正を10年前ぐらいに、私含めた数人のチームでロビングをして実現をし、日本のクラブが合法化されるというきっかけを作りました。で、その後、社団法人立ち上げて、ナイトクラブだけではなくて様々なナイトカルチャーの応援団をずっとやってきました。で、そうすると結果的にやっぱり夜のベニューに行く機会増えて、なんかもう一回ちょっと音楽やりたいなってそうメラメラしてきて、それで DJ になったって、そんな感じです。いや、ここからいろんな示唆と学びがあるなと私思うんですけれど、まずその、ナイトタイムのキープレイヤーって、やっぱり、飲食もそうですけど、ロビー力というか、その政府とかに対する発言力は比較的低い業界だなというふうに思ってまして、そんな中ででも
日本の街づくりインバウンドを増やしていくうん。時にですね、やっぱり楽しいことが、はい。夜の楽しいことがないとやっぱり街として魅力的にならないですよねっていうところで、それをですね、その両方見ている梅沢さんが、しかも確か、ナイトタイムを日本があんま推進してないことによる経済損失みたいなものを算出してレポートして、はいそして風営法の改正みたいな、はいこのいわゆるその両方見て、しかもさっき言った、直感的なものからロジカルな分析までを全部ガッチャンコして出して風営法を改正して、そして日本の街東京の魅力などをこう上げていくっていうその取り組みはまさにそのスティーブ・ジョブズのコネクティングドットじゃないですけど、うん。いろんなものがここにこう入ってるなというふうに感じるんですけど、確かに。昔自分が挫折したミュージシャンだったっていうことと、それからコンサルタントとして街づくりに携わっていたっていうことと、それから僕クールジャパンっていうテーマももう10年以上かな。政府が立ち上げた時から実は伴走はしてきていて、で、クールジャパンって平たく言うと日本の文化を産業として発展をさせていきましょうと。で、それで外貨を稼ぎましょうと。さらに言えば世界中で日本のファンを増やしましょうと。そういうテーマなので、J-POP を含めて、日本のカルチャーをやっぱり世界にもっと打ち出していきたいっていう思いも強くて、そんなようなものが全部、結節した一つの、ドットというか一つの塊が、ナイトカルチャー、ナイトタイムだったというのはあります。でもあれですよね、かつてはハリウッドとか、はい確かトレードフォローズフィルムスとかいう言葉がうん要は、経済っていうのはそのフィルムから、はい。フィルムっていうかそのエンタメからが経済を牽引するのであるみたいな、はいつまり、ハリウッドみたいな経済規模は小さいけれど、結局当時で言うとアメリカ的な暮らしに世界中がこう憧れて、そうですね。そこから車とか、GM の車とうん GE の家電製品とか売れていくみたいなね。売れていくっていうのがあったじゃないですか、それを見事に再現しているのが韓国のそうですね。文化政策はい。はい。で、日本のクールジャパンはうんちょっとそこがうんちゃんと一元化されてなかった、うんそのエンタメだけで一つの産業、もちろん成り立つんですけど、そういう話ではないですよね。つまり、うん今日も実はユニバーサルとか宇宙っていうのは結局全部が越境だと思ってるんで、その通りですね。そうなるとこのエンタメが持つ越境力、はいそのトレード、貿易のみならず、うん。安全保障に至るまで、はい。かなり広いところに、うんクールジャパンとかエンタメ産業って越境していくと思うんですけど。いや、その通りです。クールジャパン立ち上げる前は、例えば経産省とか農水省とかで、日本のアニメを応援しましょうとか、日本の映画の海外展開支援しましょうとか、日本食の海外展開支援しましょう。はいはいはい一個一個の割と狭い業界ごとの支援策はあったんです。でもねと、当時は、メディアコンテンツを合法的に世界で売るプラットフォームもなかったので、世界でアニメが消費されていても、ほぼお金にはなってなかった。そうですよね。うんでもそれでもいいじゃんと。これだけ日本のアニメが世界中に出ていって日本のファンが増えて、その人たちが成長してちょっとお金持ったら日本に旅行しようと思ってきてくれて、日本でお金を落としてくれるんならそれでもいいじゃんと。だから言ってみればアニメを世界中にばらまいて、で日本ファン増やして、で観光で回収しようよと。そういうループも作ろうよっていうのが実はクールジャパンの最初のアイデアでしたと。で、気がついてみたら、日本のメディアコンテンツと食を掛け合わせて面白がっていろんなイベントを海外でやってるような人も出てきているし、でそうこうしてるうちにメディアコンテンツ自体もちゃんと稼げるようになってきましたと。これはネットフリックスがここまでやっぱり発展をし、それからアメリカでクランチロールっていうねアニメのもともとは違法流通サイトだったのが今も合法化されてるので、そこでも課金ができるようになってるし、みたいな感じで気がついてみたら一個一個で単体でも稼げるようになってるんだけど、でもやっぱりその相乗効果を追求した方が圧倒的に日本のソフトパワーを増すことができるし、多分マネタイズも早いよねっていうのが一番ベーシックな考え方ではあります。いやまさにそれが今大事だし、はいこれ
今日宇宙の話と言いながら、はい多分 CIC× 宇宙でいくと、はい多分無限に話が続くし、多分これから5時間ぐらい必要かなというふうに思うので、はいあえてその細かい話というよりも、うん全体論を今したいなと思っていて、はいまさにさっき言った宇宙と地球なんてもうその辺の距離感しかないわけだから、うんそこをもういくらでももう超えていく、はい例えばもう携帯電話一つ取っても、うんこれもう GPS であろうが、うん通信であろうが、もう全部なんていうか宇宙とつながってるし、はい我々の生活ってほぼ全部宇宙とつながってるんですよね。だったらその、境目をどんどん超えて、はいトータルでシステムを考えていくっていうことが大事だなと思った時に、確かにこのクールジャパン的なその文化産業かける、はいその経済、うん国家みたいなところは大事になってくるかなと。うんでさらに言うと、はいそれがかなり面白い例で、実現してるのが50年以上の前のアポロ計画だと思うんですよね、米なるほど国が中心にやった、あれはもともとアメリカと、はい共産圏うんの対立うんで軍事的な、ところから宇宙産業は始まったんですけれど、はいどちらの、共産勢力と、資本主義勢力どちらが入れてんのかみたいな戦いの中で、うんアポロ計画が生まれたんですよね。だからそこにウォルト・ディズニーとかキューブリックとかいろんな人が宇宙映画を作って、まあそういう意味ではだから、ハードな国力の競争でもあったけどソフトパワーの競争でもあったってことですよね。そうなんですよ、うんあれがもう完全に混然一体となってるのが、うんでさらに、宇宙で、星条旗を立てて、はい中継したじゃないですか、うん当時で言うと全くニューメディアだったわけですよね、そうですね。テレビっていうのは、うんそれを月から中継して、うん米国旗を立てながら、うん人類の飛躍であるという、はいこれ完全に計算されたエンターテインメントでもあり、確かあれが産業政策でもあり、に。うんまさにそれが政府と民間が一体となって、うんエンタメと、安全保障と、うんありとあらゆるものが一元化されてるのが、うんアポロ計画だったと私は理解してるんですよ。確かに。でそれをそこから学んで今2025年の我々はうん何をすべきかっていうふうに考えると、なんかまだまだ全然あれから50年経ってる割にはまだまだ何やっても足りないんじゃないかっていう、その梅沢さんの、知見とかを総動員してもまだアポロ計画にはなかなか太刀打ちならないな。まあ全然うんそうですね。日本は何してったらいいんですかね。でも、うん今世界が分断はいされてますよね、うんと。でグローバル経済の逆流が今来てるかなと思います。はいつまり単一市場、いわゆるリカードの比較優位論じゃないですけれど、うんもう得意なところに全部分かれて、はい国国際分業ね。際分業すればいいっていう話、はいそれの今逆流が来てますよね、はいと。で究極の逆流うんがうん地産地消じゃないですか。そうですね。でその地産地消っていうのうんはもともと日本は鎖国してたはいとか、四季が豊かであったってことで、結構その循環型社会をもともと作ってたし、はいアニミズムという考えもあるじゃないですか。でアニミズムから生まれたいろんなアニメとか映画とかもあるじゃないですか。はいそのあたりをごちゃっと一緒にするっていうのが一つと、うんもう一個はこれ宇宙に関わってくるんですけれど、はいで宇宙船を作るっていうのはちっちゃな地球を作るってことなんですよ。というと食料もない、うん空気もない、うんありとあらゆるそれこそ尿ですら循環させなければならないっていうこと確かにで、生態系を実は作ってるんですね。うんこれから月面とか火星とか行くときに、もう地球から持っていけないので、はい全部そこでうん地産地消しなければならない。さっきの U3 イノベーションズのはいなんかそういうオフグリッドユニット作ったりしますよね。作ってますね。これをうん宇宙に持っていくっていうこと、だからつまりそのアニミズム的なオフグリッド空間的うなん循環型社会はいをちっちゃなユニットで作ることと、日本のアニメアニミズムみたいな思想がごちゃっと一緒になっていったら、このデカップリング時代の、牽引役、それこそ場合によってはアポロ計画並みの大きなこう人類に対する何か一つのソリューションを提示できるんじゃないかとちょっとふんわり思ってるんですけど、この考えどうですか？なるほど。
難しいな、これ、一神教の人たちに伝えんの。難しいですね。確かに。いや、日本人的にはなんとなくわかる気はします。確かにこれを外に伝えるのは超難しいですね。まあ、そもそもね、多分海外から来た人が日本のいろんな山に入ってって、そこら中に社があって、で、みんなが手を合わせてるのを見て、あれは一体なんだってきっと思ってるくらいの世界でしょ。一応、一度の国からそうですよね。人たちは。アニミズムもだから多分ある意味で世界で一番アクティブに残ってる国の一つが日本じゃないかな。まあ神社ってそういうことじゃないですか。そうですよね。そこかしこに神がいる。はい。だからその世界観の方が世界平和には役立つんだけど。でもあれじゃないですか、なんかジブリとか、そういうコンテンツの中には結構あるなっていう思うのと、あとハリウッド映画とかでもそういったところの影響を受けたようなコンテンツはそれなりにあるかなと思った時に、なんかうまいことやれば伝えられないですかね。まあコンテンツがあるいは文化がなんかこう世界平和を促進する効用みたいなのはなんかまずあるような気はするんです。やっぱり異国の文化を好きになればなんかその国と喧嘩しようとは思わなくなるみたいな。そうですよね。人間としての当たり前のやっぱりネイチャーがあるから、そういう意味ではアニミズムをどうするかはちょっと一回置いとくにしても、日本初のいろんなカルチャーが、まあ、世界中でファンがたくさんいる状態を作るっていうのはまず日本にとってすごく大きなプラスだし、それから、おそらく世界平和に貢献できる一つの要素ではないかなと。そうです。まあ、それだけで平和を実現するとはとても思いませんけど、でも、やっぱりおいしいもの食べてなんか楽しいエンターテインメントを、エンジョイできてる人がなんかそんな凶暴にはならないよねみたいな。しかもなんか世界の紛争戦争を紐解いていくと、大体資源とかエネルギーの奪い合いで、そうですね、資源とエネルギーは土地に根付いてるから、結局土地の奪い合い、領土争いじゃないですか、それが仮に再生可能エネルギーになったとしても、太陽光であろうが風力であろうが土地に根付いてるっていうところもあるので、そうですね、結局、そのあたりの奪い合いだとすれば、エネルギーとか食料とかがちっちゃいユニットで作れるようなものが、それが逆に大量生産、つまり U3 イノベーションズ的な世界が世の中にたくさん広がって、それが輸出産業に仮になったとしたら、世界平和にめちゃめちゃ貢献するような気がするんですけど。確かにまあ人が住めない場所がまあ人も住める場所になっていくっていうことであり、まあ、資源の取り合いをしなくても生きていけるってことになれば、まあ、確かに紛争のネタが減りますね。そうですよね。でこの話ってこうしていくと難しいじゃないですか。だからこそ、住めないとこに住む、つまり宇宙なんですよ。もう月面に住みましょうとか、火星に住みましょうってやったら、嫌でもこの話になるわけです、なりますね。でその F1 レースと自動車会社のみたいな感じで、 F1 が自動車業界を引っ張るように、宇宙が地球のそのサステナブル業界を引っ張っていくっていうような、そういう見方ができるかなと。それは間違いないですね。ですよね。だそう考えた時に、私やっぱりつくづくこう梅沢さんとこの CIC と一緒にそういう世界を作っていくっていうのは、まさにぴったりだなというふうに思ってまして、喜んで応援させていただきます。ありがとうございます。その宇宙×〇〇っていう話でしたけど、まあかけるのネタはまあ満載です。満載ですよね。あと個別にかけるのもあるけれど、今ぐらいの大きな、なんていうか視座でもって一個一個掛け算していくと、本当に世の中に大きなインパクトを与えられるかなと、ちょっとメモってきたんですけれど、CIC の、どういうジャンルの会社があるかっていうのを、資料を見ると、環境エネルギー、AI、ロボット、アグリ、フード、ソフトウェア、アプリケーション、スポーツ、モビリティ、専門家、コンサルタント、広告、メディア、エンタメ、政府、公共機関、教育、製造業、私業、ライフサイエンス、ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家みたいなことが書いてありました。皆さんいらっしゃいます。でこれらはもう全部今の話を内包してますもんね。ここと一個一個こう掛け算していったら面白いななんて思ってます。もう掛け算の魔術師になるしかないですね、片山さん。魔術師になりたいですけど、あとは
掛け算の魔術師を増やしていきたいですね。そうですね。その私の力の限界はもちろんあるので、さっきおっしゃってた E&E 環境エネルギーコミュニティでしたっけ、はい。宇宙コミュニティはまだないんですか？宇宙コミュニティを作るのはスペースデータさんですよ。ですよね。はい。もうフルにサポートさせていただきます。ありがとうございます。スペースタイドさんもいますから、そうなんです。我々掛け算得意なんで、はい。スペースタイドさんはもう宇宙業界のもうこれ全てこう、アジア最大のね、はい。カンファレンスやってますけど、我々こう掛け算が得意とすれば、うんここで梅沢さんも一緒、CIC も一緒になってれば、かなりいろんな文化というか、価値創造ができるんじゃないかなというふうに思ってて、はい。ぜひちょっと CIC の宇宙コミュニティも含めてですね、はい。なんかいろいろ一緒にやっていけたらななんていうふうに思ってます。最高ですね。はい。今日は本当になんか止まらないですね。止まらないですね。それちょっとまだまだお話ししたいし、この続きはそうですね、この CIC 宇宙スタジオでいろんな方々と、はい。ディスカッションできればなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。